はいどうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。本日はイヤーファンから新登場したオープンイヤー型のイヤホンオープンジャンプ、こちらをレビューしていきます。イヤーファンオープンジャンプはオープンイヤー型ということで、周囲の音を聞きつつも音楽もしっかり聞きたい、でも骨伝導イヤホンはちょっと苦手だなという方に特におすすめしたいイヤホンです。製品のスペックから使い方、いい点から改善してほしい点まで、そのあたりもじっくり掘り下げていこうと思います。はい、では早速開けていきましょう。はい、ではこちらがパッケージですね。イヤーファンらしいシンプルでスタイリッシュなデザインです。箱を開けますと一番最初にイヤホンが入ってます。こちらの下にはですね USB-C の充電ケースと説明書が入っています。付属品はこんな感じですね。はい、そしてこちらがですねオープンジャンプの本体です。本体のカラーはブラック一色になりまして、表面はマットな仕上げで指紋が目立ちにくいですね。裏面もこんな感じです。はい、では充電ケース早速開けていきます。ケースを開けますとこんな感じですね。おー、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、ではこちらがですねイヤホン本体になります。こちらのネックバンド部分は柔軟性がありつつもしっかりとしたホールド感がありそうです。この耳にかける部分と音が出るドライバーユニットの形状、オープンイヤー型になっていますので耳を塞がないデザインです。重量は片側 7.8g で、先ほどご紹介したこちらの充電ケースを含めても 73.5g とめちゃくちゃ軽いです。あまり邪魔になりにくいコンパクトサイズになっていますので、お出かけの際でも気軽に持ち運ぶことができますね。これ動画ではちょっと伝わりにくいかもしれませんが、充電ケースにも工夫がされていて、少し力を入れないと蓋が開かないんですよね。そしてケースが閉まるときもしっかりとマグネットで閉まりますので、このあたりもかなりこだわって設計されているなという感じです。はい、そしてイヤホンなんですけども、イヤホンはですねこんな感じで充電ケースに簡単にセットして充電を行うことができます。こちらのイヤホンとケースの両側にマグネットが入っていますので、簡単にイヤホンを収納できますね。電車とかで移動している際にもケースからイヤホンが落ちにくいのも嬉しい部分ですね。こんな感じで逆さまにしても落ちないんですよね。いやー、この辺がかなり考えられていますね。結構ねしっかりケースを振ってもイヤホンが落ちないんですよね。なかなかすごいですよこれ。でも一方で実際に使うときは簡単にイヤホンが外れるんですよね。この調整具合がですねめちゃくちゃうまく作られているなと思います。はい、ではイヤホンのスペック面の方見ていきましょう。こちらのオープンジャンプ最大の特徴は 14.2mm のダイナミックドライバーが搭載されています。オープンイヤーでこのサイズはかなり大型の部類に入るんではないでしょうか。バッテリー性能は LDAC をオンにした状態で最大8時間、オフにした状態だと最大11時間ですね。こちらの充電ケース込みの場合は最大42時間の再生が可能です。急速充電にも対応していて、10分間の充電で最大2時間の音楽再生が可能ということで、時間がない日でも安心して使うことができますね。イヤホン本体の防水性能は IPX7、こちらの防水に対応しています。汗をかく運動時や雨の日でも安心して使うことができますね。先ほども言いましたが、イヤホン本体のみ防水に対応していて、こちらの充電ケースは防水ではありません。ワイヤレス接続は Bluetooth 5.3 接続に対応しています。これは接続の安定性やバッテリー効率に貢献してくれるので地味に嬉しい部分ですね。他にもマルチポイント接続にも対応しています。はい、そして他にもですね音声通話用に2機ずつイヤホン本体にマイクが搭載されています。 AI によるノイズキャンセリング機能も入っていて、騒音やノイズを抑えてクリアな音声で
通話することができます。こちらについては後ほど実際に検証してみます。はい、では実際にこちらのイヤホンとスマートフォンとのペアリングをしてみたいと思います。まずはですね、イヤホンをケースに収納した状態で、ケースの蓋を開きまして、ケースの内側にあるこちらの真ん中のボタンですね。こちらを長押しすることでペアリングモードになります。ちょっと見にくいかもしれませんが、この緑色のランプがですね、点滅しましたら、ペアリングモードに入ってます。はい、ではこんな感じで接続することができました。めちゃくちゃ簡単ですね。アプリの方なんですけども、このイヤーファンオープンジャンプ、こちらをですね、タップしていくことで、イヤホン本体の充電残量と充電ケースの充電残量を見ることができます。ゲームモード、シアターモード、イヤーファンイコライザーということで、このイコライザーモード、自分好みにイコライザーをですね、カスタムしていくことができます。デュアルデバイス接続、これがマルチポイント接続ですね。LDAC を有効にした状態だと、このデュアルデバイス接続は無効になるそうです。このあたりはちょっと気をつけて運用していきたいですね。イヤホンに流れてくるガイダンス音ですね。こちらを3言語から選ぶことができます。自動電源オフ。これはですね、イヤホンを使っていない状態で、今だと10分経過した場合に自動で電源がオフになる機能ですね。アプリの画面や使い方はですね、こんな感じになっています。はい、では実際にこちらのイヤーファンオープンジャンプ装着してみたいと思います。はい、では実際にイヤホンの方装着してみました。装着方法はイヤーフックを耳に引っ掛けるだけの簡単設計です。実際につけてみたんですけども、めちゃくちゃ軽いですね。片側 7.8g ということで、このイヤホンであれば長い時間つけていても負担は少なさそうです。僕はですね、今サングラスを装着していますけども、僕のサングラスでは特に干渉したりとかそういう風な問題は特になさそうですね。この辺りは個人差があると思いますので、可能であればお近くの家電量販店などで実際に試着をお勧めします。実際に装着する際に重要なのは、このスピーカー部分がですね、自分の耳の穴の方向に向くように調整してください。音の方向性によっては音質が大きく変わりますので、少しこの角度を調整して自分に合うベストポジションをぜひ見つけてみてください。はい、では皆さんが一番気になるであろう音質について、オープンイヤー型のイヤホンって構造上どうしても低音が弱くなりがちだったり、音漏れが気になったりする部分がありますよね。まず実際に聞いてみた印象としては、オープンイヤー型にしては低音がしっかり出ているなと感じました。14.2mm のダイナミックドライバーの効果によるものだと思います。いわゆるシャカシャカした音では決してないです。一般的なイヤホンやヘッドホンと比べると、やはり低音の量感は少し劣りますね。この低音についてはオープンイヤー型イヤホンの構造上の制約によるものなので、この辺りはちょっと仕方がないですね。一方で中域高音域は結構クリアで解像度が高いです。ボーカルや弦楽器の表現が自然で、結構長い時間聴いていてもあまり疲れにくい音作りになっています。そして音の広がりはオープンイヤー型の特権。一般的なイヤホンだと頭の中で音が鳴るような印象がありますけども、こちらのイヤホンの場合、頭の周りから音楽が鳴っているような感覚がありますね。はい、では実際にいくつかの楽曲を聴いてみましょう。いつものバーチャル視聴で聴いてみてください。
never telling myself it could be enough. I didn't know that I was looking for something to jump until I jumped into us. はい、では続いて音漏れはどうなのか。これはですね、オープンイヤー型の永遠の課題ですよね。はい、では実際に音漏れの方検証していきましょう。はい、今ですね、音量 25% で音楽を再生しています。音漏れの方はいかがでしょうか。ここからですね、音量を 50% にしてみます。このあたりは音漏れの方いかがでしょうか。50% でもなかなか音量はでかいですね。ちょっとここから音量を上げてみましょう。今 75% くらいです。今結構なかなか音でかいですね。だいぶ今音量がでかいのでちょっと耳から外しましたけども、ここから 100% にしてみます。100% だとこんな感じですね。やっぱりある程度の音量になりますと音漏れは少しありますよね。静かな場所で大音量で使うのは避けた方が良さそうです。一般的なオフィス環境や屋外であれば常識的な音量ならそこまで神経質になる必要はないかなという感じですね。 BGM として音楽を流しつつ周囲の状況も把握したいというニーズにはかなり高いレベルで応えてくれるイヤホンだと思います。オープンジャンプには合計4機のマイクと AI によるノイズキャンセリング機能が搭載されているということで、どんな感じのマイク性能なんでしょうか。はい、それでは実際にマイク性能の方検証してみましょう。はい、こちらの音声はイヤーファンオープンジャンプ内蔵マイクで録音した音声です。音声の方はいかがでしょうか。現在は屋内の静かな環境で録音をしております。編集ソフト側での EQ やコンプレッサーはオフにして録音を行っております。はい、では次にこちらのスピーカーから騒音の方流してみます。このようなノイズや騒音がある環境ではどういう感じで聞こえてくるんでしょうか。はい、ではこちらの音声は屋外の環境を想定して僕の目の前にあるスピーカーから騒音、ノイズを流した状態で録音を行っております。音声の方はいかがでしょうか。このオープンジャンプには AI によるノイズキャンセリング機能が搭載されているということで、どんな感じでノイズを抑えて録音されているんでしょうか。はい、では実際のマイク性能いかがでしたでしょうか。騒音がある環境でも自分の声はしっかりと拾ってくれていますし、環境音がある場所でもノイズキャンセル機能によってある程度ノイズが抑えてくれますね。このマイク性能ならオンライン会議やちょっとした電話くらいなら問題なくこなせそうですね。はい、さてここまでいろいろ見てきましたが、イヤーファンオープンジャンプのいい点と、あえて言うなら気になる点をまとめていきましょう。はい、ではまずはですね、いい点から。圧倒的な開放感と快適な装着感。この耳を塞がないっていうのがこんなにも快適なのかと改めて再認識させてくれました。しかも重量も軽いし、長い時間つけていても全然平気ですね。そして2つ目、ながら聞きには最高です。ウォーキングやランニング、自転車通勤の方にはマジでおすすめできます。他にもいろいろありますので、気になる方は一時停止してぜひ見てみてください。はい、では次に気になる点というか、ここは理解した上で使ってねというポイントもお伝えしていきます。やはり低音は控えめ。これはオープンイヤー型の宿命ですね。重低音をガンガン楽しみたいという人には少し物足りないかなと思います。そして2つ目、音漏れはそれなりにあります。静かな環境で大音量だと確実に周りに聞こえてきます。結構な大音量で聞くと音漏れすると思います。その辺は気をつけてぜひ使っていきましょう。他にもありますけども、だいたいこんな感じですね。完璧な製品っていうのはないので、こういう特性を十分に理解した上で自分の使い方に合うかどうかの判断していくのが大事だと思います。はい、というわけで今回はイヤーファンの新製品オープンジャンプをじっくりとレビューしてみました。
非常にバランスのいいオープンイヤー型イヤホンだと感じました。はい、では今回のレビューが皆さんのイヤホン選びの参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。